ハメ順。格ゲー喫茶ハメ順。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。もう4月か。いつかちゃんがこのお店に来てからもう半年以上経つんだね。半年長いですね。長い。業界風に言ったら3クール目突入だよ。そうですね。こっちゃ。まさに。いやこれまでもかなりいろんなお客様来てくれましたけれども、これからもたくさんのね方に来ていただきたいですね。この3人でね迎えましょうね。迎えましょう。いやいいな、春って感じだぜ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。こんにちは。鉄拳のプロゲーマーのゆうゆうさんとみーみーさんだ。いい匂いだ。今週は鉄拳7で活躍する女性プロゲーマーのお二人がご来店。鉄拳界のジャンヌ・ダルクの異名を持つゆうゆう選手。北米の強豪プロゲーミングチーム UYU に所属。その実力は折り紙付きです。そして強豪女性プレイヤーのみーみ選手。会社員とプロゲーマーの活動を両立しながら数々の大会で実績を残しています。今日はいつかちゃんも含めたらこのお店女性の方が多いっていうのは、はい、初めて。そうだよね。女性のプロゲーマー同士の方たちって普段からなんかその男性とかではないお茶したりとかそういうのってあるんですか？多分ゆうゆうさんはないんですけどそうですね。どういうことキャラ的にね。そうですね。キャラ的に友達がいないキャラです。はいはいはい。だけど結構ありますよ。こうケーキ屋さんに行ってゲームセンターに行くとか、いい流れですね。人気のケーキ屋さんとか、あ行くよみたいな感じで誘われたりします。結構前からのお知り合いなんですか？もう10年近くになります。すげえ長い。あ、そうなんですね。これどっちから話しかけたみたいなのって覚えてます？想像の通りで。想像通話しかけられることが全然なかったので硬直してしまって。り。そんなことないでしょ。でも人見知りがすごいんですよ。人見知りはすごそう。その初めて会ったのは鉄拳いくつの頃ですか？あれ6。 6の初め頃です。ああ、鉄拳 6BR とか6ぐらいの頃にはい女性大会結構やってたんですよ。それで当たってた時に打ち上げでものすごいお互いが離れてるところにいたのがすんごい印象的だったんですよね。めちゃくちゃお互い負けず嫌いで、その負けたことにめちゃくちゃイライラしてるんですよ。すごい覚えてる。いつかちゃんと同じやん。すごい覚えてるんですよそれもう上辺で仲良くするとかもう今でも変わらないんですけど、あんまりなくて。そういうのが本当っぽいよ。キャピキャピ仲いいんですとかいうよりも、いや私は負けないけどねの方が信用できるもんね。改めてじゃあみーみさんから見たゆうゆうさんってどんな方ですか？なんかその結構誤解されやすいんですよ。やっぱ口数も少ないし、ちょっとそっけないし、でもすごい心が温かくてすごい優しいですし、仲良くなれば本当になんていうんですか、チワワみたいな感じなんですよね。チワワ。なんかこう懐いたらもうすごい愛してくれるけど、懐くまでがすごいクククみたいな感じで、私はずっとチワワだと思ってます。なるほど。そしてゆうゆうさんからしてみーみさんってどんな存在ですか？太陽みたいな。太陽。太陽。ほう確かに。みんなが集まっていくし、もう自分にないもの持ってすごい大好き。ちょっと本当に鳥肌立った。これちょっとキュンとくるやつだな。言わなさそうな大好き。私たちどうですか？私たち知り尽くしてるじゃん。 10年ぐらい見てきてどんな感じかなっていうマスのがターがね、マスターから見てて。見た目とかじゃなくてちなみに見た目変わりました？なんか最初会った時はい黒いギャルギャルだったんだ。なんかもっとギャルっぽそうかったね。顔焼いてて怖い。だからお菓子渡すので精一杯。2人でのことで言うとやっぱプロになってからすごい大会の経験もめちゃくちゃ積んだことでやっぱすごい強くなってるなって思うことはすごい多い嬉しいね。ですよ。大会とかでやっぱりその配信台に移ったりするんですよ。はいはいはい。女性ゲーマーって、特にねで結構それでちゃんとその強い人を倒したりしてるので、しかも内容もいいからやっぱその当時その女性大会の頃と見比べたらもう絶対違いますよ。嬉しいね。嬉しい。まめこさんに言われるの嬉しいよね。間違いないね。ハメ順でこんなにマスターがリスペクトされてることあった？ない。じゃあ大好きだよ。まめこさん神ですから神だったんね。だね。これちょっとお二人には、いつかちゃんがですね、ストリートファイター5を今やってて、で女子ゲーマーならではの悩みとか多分あるんですよ。何ですか？なんか配信とかでね、ダメだって思ってても切れてしまうんですけど、
そうなんかリスナーさんにも悪いと思いながらそのリスナーさんのコメントに切れちゃったりコもしメントに切れてるんですね。自分に切れる。自分にも切れます。要は可愛くできないんですよ配信中。一言で言ったら誰のために配信してるのかっていうのもあると思うんですけども、教えをでも請うためです。それだったらもうねイライラしても当然ですし、まあ分かってくれると思うんですよ。本当に応援してくれてる人だったら、もう一生懸命やってるからイライラするんだなって、逆に勝てないよどうしようみたいな風にやってたら一応そういうのも出せんですね。苦手そうなのにそういうのできるんですね。ゆうどうしたらいいんですかってやってたらちゃんとやる気あんのかなって逆に思われたりすると逆にそう思いまなす。んですね。私は好きですよ、その怒ってる方が。みーみーさんはなんか配信中にとかなったりすることあります？そうなんです。昔多分相手にずっと聞いてたんですよ。そうなんですか。対戦相手今多分ねその時期なんで多分その時期なんでそうだね。なんだ。絶対必要な道な気がする。必要な道を通っている。みんな切れます、みんな。女の子だからとか全然なくて。ないですよね。なんなら今もすごいブチ切れてます。本当に切れてます。ゆうゆうさんってなんかお子さんもいて家庭もあるっていうのをちょっと聞いたんですけど、そうです。もうすぐ6歳になります。大きいですね。ママさんっていうのが初めてで、どういうその生活スタイルでゲームを練習したりしてるのかなっていう。家のことと、育児してる間はもうゲームはできないって割り切ってもう完全に分けてやってます。やっぱお子さんってゲームに興味持ってきたりします？最近持ってきまして、ここにあるストリートファイター2ですね、スーパーストリートファイター2をやらせてみたら、もう面白いって言って、どうやって勝つの、どうやって技出すのって言って、で私が1回で波動拳とか出せるんで、お母さんすごいって初めて言われたんですよ。波動拳出せるとすごい。わ、それいいな。それまではもう全然やらせたくないなと思ったんですよ。健全な成長のために体を動かしてほしいなと思って。完全に自己批判が入ってる。後ろに何百人いる中で、そうですよね。アメリカとか行って発表会してるんだよって言ったら、すごい大会のこと発表会。可愛い。まあでも発表会ですもんね。私たちにしたら。確かに。でもあれですよね。プライベートで言ったらみーみーさんも働きながらっていうね。そうですね。私はちょっと事務の仕事があるので、社内の業務で言うと。ぶっちゃけ仕事中ゲームのこと考えることどれぐらいあります？でも全然考えてますよ。とかなんか結構配信の通知とか、私配信見るのすごい好きなんですけど、誰かの配信が始まりましたとか、見たいみたいな。なんか見たいな。こっそり別窓とかさ見たりしないの？俺が働いたら絶対やっちゃう。足の上にスマホ置いて。足の上にスマホはもうやってる人の発想じゃないですか。いやということでなんかちょっといろいろ話を聞いてたら、お二人への興味もあるけど当然鉄拳への興味が増してきたんで、ちょっと二人のプロゲーマーとしての戦いを見させてもらいたいんですけど、ちょっとこのお店ってゲームできましたっけ？もちろんあります？あります。あります？できます。じゃあ鉄拳やってもらってよろしいですか？はい、喜んで。お願いします。今週プレイするのは海外でも人気の高い 3D 格闘ゲーム鉄拳7。ゆうゆう選手とみーみ選手、女性プロゲーマー同士の対決、早速行ってみましょう。オフシーズンということでサブキャラも練習してるので、まずはパンダで挑みたいと思います。なるほど、サブキャラ出してきます。そしてじゃあゆうゆうさん。サブキャラのねパンダを出してきたっていうことで、私もこっそり練習してるニーガンを出します。なるほど。今日は2試合選手です。負けた側はキャラクター変更可能これはというレギュレーションでいきましょう。ことになりそうですね。絶対負けたくない。まず 1P 側がゆうゆうが選んだニーガン、 2P 側が耳の選んだパンダ。だからこの世界線で交わったわけです。そうなんですよ。すごいな、ゆうちゃんは。こんな色のパンダいねえだろ。いないです。さあ始まりました。まずこのニーガンでキャラクターバットを使った攻撃を持っています。まず透かし角で抜かしていったのはゆうゆうのニーガンです。壁に運んでいくと入れ替わってるんだけど、なんかパンダはですね体がすごく大きいので、この壁コンボを入れた時に入れ替わりやすいんですが、バットで一発ぶん殴ってパンダを倒しました。女性同士の戦いとは思えない。おっと、これはちゃぶ台返しからしっかりと練習したコンボを叩き込んでいくのは耳。さらにキャンセル。しかしここは奥槍のキックカウンターヒット。さあミスっているぞ。ミスったと自分で言っている。壁際の置き手の熊さん投入からメリーゴーラウンド、これはガードして
バートルぶったいていつかの悲鳴も聞こえる。一体どういう対決なんだ。とんでもないの入った。どうなる。お互いにレイジ状態。だからこれでとりあえずレイジドライブを出していくのはミミ。そしてバーッと殴ってユーユーが2ラウンド、しかも屈伸してるところ大丈夫か。この2人入ったぞ。いいぞいいぞ。まだユーユーが優勢なスペースをうまいぞ。透かし確定のクマ無双で浮かして壁に運んでいきます。置き攻め中段、これはなんとかガードしてるのはユーユーだが、壁際に追い詰められて、ここはジャブで空中のパンダを拾ってどういう力が働いたらあんなにパンダ浮くんだろう。ロングを決めています。レイジのユーユーだが、そこに対してミミは削るだけ。一発があるの。ここはダウン攻撃で蹴っ飛ばして、しかしハンティングスタイルというこのパンダのならではの構えですね、これを使ったタックル、これで取り返してみました。ミミさんレバーを握ると人格が変わるタイプのプレイヤーなんですね。さっきちょっと会話にいいぞ。おっとこれ緩んでいるんですよね。これバットで一発ぶん殴った時カウンタックすると、特殊な技に移行するという技を使いました。残虐だから見せられないよっていう状況になりましたね今。はい。サンポール、これ反撃しっかりおおしっかりとパークラッシュで浮かせて、まずはユーユーが通っていきました。これはやだやだやだ。そして負け変えます。キャラ替えを。今度はミニミが出してきたのはメインキャラクターですね。アスカってキャラクター、相手からカウンターを取るのがすごく得意な技をたくさん持っていまして、それから相手を攻めさせてそこを打ち取っていくっていうのが、メインの戦い方になっていますね。それこがあるね。見えてるよね。はい、しかしここでカウンターヒット、もっと横から失礼していくのはミミ。キャンセルから下段やってない。やってますよ。やってカウンターヒットやってます。ここは中段に行きますが、しっかりとユーユーも立ちガードを固める相打ち。お互いにすごいことになってるぞ。お互いにバウンドしたね。だから空中ヒット下段から投げ抜けている。おおすごい。ここはトーミングアタック、スクリュー状態にして、まずはユーユーラウンドを取っていきました。ミミさん。画面のどっち手前と奥どっちに強いとかそういうのがあるんですか。そうですね、技ごとにその、左側右側という形で、自分のどちら側に強いかっていう技がいくつかありまして、あとはその両方の横移動に当たるホーミングアタックっていうのも、一応システムとしてあります。細かい連携を繰り出して耳を追い詰めていくのはユーユーの2ガン。もうレイ状態になったぞ。キャンセルか中段、ここはバット振るがガードしてローキック2発目、結構割り込んでいる。追衝だ。お互いにレイジ壁際に追い詰めているのは間違った。耳だが、ここでユーユーのガードからのレイジアーツをしっかりガードしてレイジアーツで返していきます。派手な技見せてもらえてありがたいですね。レイジ状態の時に出せる一発逆転超必殺技、これを決めてラウンドを取り返しましたミミ。鉄拳もね、そういうね、ストリートファイターの一発逆転のね、スーパーコンボとかね、そういう力あるみたいなのがあるんですよね。さあここは花月で浮かせていきます。ミミ壁に運んでいくが、側面壁あるなのでコンボが入らないと判断して、すぐさまこの差し色はしっかりとしゃがみガードから、おっとこれが減る。カウンターヒット見せられないよ。投げ抜けています。カウンターヒット、これはつながるぞ。そしてバルコニーブレイク、下のステージへと落としてコンボを決め、ユーユーがリーチ。ミミさん。まずいまずい。さあこの後どうなってしまうのか。手目に持ち込んでいくのはミミ。下段、この下段がちょっといやらしくて、いわゆるこの鉄拳で下段さばきという下段を、受け止めてさばくという技があるんですけれども、それができない。バットで殴っているのでさばけないと。しかしこの壁際の置き攻めで一気に崩していきました。ミミが取り返して 2-2。ミミが細かい技をしていく。おっとカウンター取った。空中コンボから2段蹴りで浮かせて壁コンボに持ち込んでいくのはミミ。一気に体力半分を奪って、しかも壁際ステージの隅なので横移動で逃げることも難しい。こういう力一気に倒す。ミミが取り返しましたね。これでユーユーがキャラクターを変えていく。そのザフィーナはちょっと他のキャラのような基本的な技っていうのを実は少し少なくてですね、特殊な技をたくさん持っている。今最悪って言ってたのなんスステージがランダムで選ばれた、これは通称神殿ステージって言われてるんですけど、神殿、はい、このステージすごく特殊で、相手を浮かした後に地面に叩きつける技を決めると、床が割れて下のステージに移っていくという、ということで
ユーユザフィナ対新見アスカメインキャラ同士の対決になりました。まずアッケー集団攻撃で出していきます。これは叩きつけるから、そうこのように床を割ることでコンボを伸ばすことができるんです。簡単に割れちゃうの割れちゃいます。そしてガードフの技おかげだからの置き手に持ち込んでいくジャンプしたところを捉えていくのはミミ。残るが最後は中段で削り取っていきました。もうちょっと早い、展開が早くなってきた。中段からこのように構えをですね持っているんですね、このザフィーナは。特にどれもその姿勢が低くてですね技が当たりづらいというのがあります。セルフェゴール、ここはうまく出しなくて、返し技返し返し技返しをしっかりと入力していきますが、ダッシュから流車蹴りという浮かせ技で巻きつけていきます。さらにまた床を割ってコンボを伸ばしていく。ここまではいいペースも、私でも中段叩きつけてもういいじゃんね。全ての床を割りました。これで終了です。反撃ジャブローを下段で削った。全部じゃあミミさん側が活用しましたね。そしてラウンド2つ。さっきのヤバは何だったのか。ここは下段からのコンボに持ち込んでいくのはユーユー。このダメージ半分。やっぱり壁っていうのが重要な要素なんですね。さあここはカウントと中段から霞ショーダー。さあそしてここの壁にも貼り付けられるでしょうか。側面カメラがしっかりとコンボをつないでいくのはミミです。ユーユーがかなり苦しい状況。スクリューから置き攻めに持ち込む。ガードの技しっかり、おっと軸がずれている。コンボは難しい。霞ショーダーどうなる。お互いレイジ。ミスっちゃった今のなんだ。決めたのはミミです。勝者ミミ、おめでとうございます。いかがでしたか。ちょっとミーガンめっちゃ危なかったですよね。危なかったですね。でこのステージはちょっと特殊なので、やっぱりこう私が先手で床を壊せたのがでかかったですね。なるほど。悔しいおいなんだよ最後のあれ。最後は前と同じボタンの入力でレイジドライブが出るんですけど、後ろにガードしてるまんまで入れちゃって最後ミスして悔しいです。それでは勝負の決め手となったポイントをマスターはめことともに振り返っていきましょう。この試合のポイントは3試合目、2ラウンド目のミーミの流射蹴りで、ユーユーの下段攻撃を飛んで、空中コマに持ち込んだシーンです。俗に言うジャンプステータス技で下段技を避けた。そうなんです。はあ、なるほど。ユーユー選手が体力リードの状況で追撃しようとしたところを下段に強い流射蹴りで空中コンボへ。1ラウンドで2度も読み勝ち相手に圧を与えます。アスカは非常にそういうジャンプステータス技が強力なキャラクターになってるんですけど、そのアスカの強みを生かしてユーユーがこうミーミの体力を削ろうと下段を打ったところにカウンターを取ったと。でこれが後々効いてきた3ラウンド目にちょっと下段を出しづらくなったというのも含めて、この2ラウンド目の流射蹴りが勝敗のキーになったかなと。なるほど。もうその通りです。私も立て直せなくて最後ミスしてしまいました。普段ありえないミスが起きてしまったという。まさかの1ラウンドに2回流射蹴りっていう裏切りを働きました彼女は。ダッシュしてるチャームポイントみたいなもんなんで流射蹴りは。なるほどね。女同士の戦いに裏切りが行われてたことに今説明してやっと分かったという。ありがとうございました。ありがとうございました。3月に開催されたトパンガチャンピオンシップオフライン決勝リーグ。格闘ゲームを中心に配信やイベント運営を行うトパンガが主催する総当たりのリーグ戦。その優勝賞金は200万円。ストリートファイター5の強豪プレイヤーたちが一堂に会ししのぎを削ります。トパンガリ招待選手16名とオンライン予選を通過した2名による予選を勝ち抜き決勝リーグに駒を進めた6名の強者たち。2日目までを終え全勝の時戸選手を2勝1敗の孫選手梅原選手が追う形に。最終日の第1試合は孫選手と梅原選手の戦い。一生懸命今日で終わりなんで頑張りたいと思います。まずは梅原倒して時々との優勝決定戦臨みたいと思います。
負ければ優勝の目がなくなる絶対に負けられない大一番。7本選手制の試合、4対4と互角の勝負で折り返しますが、しっかりとお互い何か当たればというところまで来た。カウンターしている、見逃さない梅原が。最後は粘りを見せた梅原選手が勝利、優勝へ望みをつなぎます。からのドグラ過去7度にわたり行われてきたトパンガリーグの流れを組む今回のイベント。トッププレイヤーたちによる見応えのある真剣勝負が繰り広げられます。フードも発動。はしこは空を切るが打撃だ通っている。そして梅原選手と時戸選手による優勝決定戦。今回は合計戦一番対策に時間使ったんで、いい試合が見せれると思います。頑張ります。頑張ってください。そうトパンガリーグが始まる前にまさかこの最終戦迎えれると思ってなかったんで、梅さんに負けてから1日欠かさずストリートファイターやってきて、今ここでこうやって戦えるっていうのは本当に幸せ者だなと思います。今までの自分の取り組みを全て出し切るんで期待しててください。蓋を開けてみると序盤から時戸選手が終始攻勢に出て6対0と圧倒します。困るという関谷クレサ日本の格ゲー界を牽引し長年争ってきたライバル同士。2年前に開催されたイベント獣道では梅原選手が勝利。果たして今回は前に出る、投げるの飛び出スタンしている。まさかこれほどまでにとんでもないラストが待っているのか。どうする梅原。ゼロドット、排水の中の排水。昨日どうする、小づくだけ売り場を食べた、わざと食らったんです。トリガーでこの2年の鬱憤を梅原にぶつけるか。投げ抜ける、苦しい、最後は投げて完全文句なしの完全勝利。感極まる時戸選手、2年前の雪辱を果たしました。チャンピオンシップ優勝時戸。今日ほど格闘ゲームやっててよかったなと思う日はないですね。めちゃくちゃ嬉しいです。おめでとうございます。そして優勝賞金200万円が贈られます。各選手の今後の活躍も楽しみですね。そろそろ閉店のお時間がやってまいりました。昔の話をたくさんしたことで、最初に鉄拳始めた時の楽しい気持ちだとか思い出がすごい蘇りました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあみーみさんに言っていきましょう。もともと毎週録画して見てたのですごい嬉しかったです。呼んでいただいて、しかもやっぱ一番仲いい親友と出れたのがもう光栄です。本当オンエア楽しみにしてます。ありがとうございました。ということで、今宵の格撃スハメジュンは、ゆうゆうさんとみーみさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はサムライスピリッツ。エボジャパン2020で活躍したガメラ選手、M島選手がご来店。